はい、おはようございます。3月17日月曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。今日のトピックはこんな感じで、大体4つですかね。はい。で、もう早速今日のハイライトにはなるんですけど、クロードさんがですね、ハーモニーという新しい機能を準備中ということらしいですね。これ結構やばいなと思うんですけど、どうやらですね、クロードが直接ローカルファイルにアクセスをして、で、それを調査したり操作できるようになるっていうことですね。なのでこれ MCP いらなくなるんじゃないかなっていう、なんかもっと別の仕組みでクロードがそのローカルファイルにアクセスができるようになるっていうものなんじゃないかなと思うんですよ。これ多分クロードのデスクトップアプリから直接アクセスをしてるシーンだと思うんですけど、これ結構やばいっすよね。これを拡大できんの？拡大はできないか。変なとこに行っちゃったな。拡大できないんですけど、ここにファイルのアイコンがあるんですよ。だからもう直接入れるってことっすよね。いや、これ結構やばいなと、個人的には思ってます。それこそそのね、生成 AI に与える情報って、そのコンテキスト情報、背景となる情報がどれだけ豊富かっていうのが大事だよって、言われてるじゃないですか。だからこそ、プロンプトで背景情報、コンテキスト情報を入れて、で、そこから指示を出してみたいな話なんですよね。で、今まで、僕がちょっとやろうとしてたのが、このオブジディアンに自分の背景情報とかコンテキスト情報をたくさん詰め込んで、で、これを第二の脳として活用するっていうイメージを持ってたんですけど、まあ、ちょっと視点を変えれば、自分が持ってるパソコン、もしくは携帯とかっていうそのデバイスそのものって、コンテキスト情報の宝庫だと思うんですよ。で、そこに直接クロードがアクセスできるって結構やばいなと僕は思ってるんですよね。で、それが早くも実現するんじゃないかなというところですね。で、MCP はやっぱりその若干ハードルが高かったりとか、あとはサーバーを経由するんで動作がこう、なんていうんですかね、こう安定しなかったりとか、いろいろ問題っていうかね、課題があったなっていう感じはするんですけど、そうじゃなくって、もう直接、もう本当にそのファイルにアクセスができるとか、パソコンの中に入り込めるみたいなイメージになるのであれば、相当すごいなと僕は思いますね。はい。そのね、新機能ハーモニーっていうのが、今準備中で、プレビュー版ももう出てるっていうことなんで、結構早い段階にリリースされるんじゃないかなと思ってます。もしかしたら今月中に出るんじゃないですかね。いや、これ出たらマジで革命じゃないですかね。ちょっと楽しみすぎますね、これは。はい。というのが、今日のニュースの、一番の僕のね、ハイライトにはなるんですけど、はい、ハーモニーですね。で、二つ目が、オープン AI のディープリサーチが、これどうやらですね、最初にPDF ファイルとかなんやかんや、自分がその、これについて調査してほしいっていうのを先に渡して、で、それに対して、ディープリサーチをかけてもらうっていうことができるようになってるっぽいですね。今まではできなかったのかな、できるようになってるっていうような書き方をされてる方がね、ちらほらいるんで、おそらく今までできなかったんでしょうね。なので、その、より何に対してリサーチをすればいいかっていうことを限定させやすくなったし、あとは自分がそれについて何を知りたいのかっていう、これも結局背景情報ですよね。コンテキスト情報を先に渡して、で、これこれこういう背景があって、ね、なおかつこれについて深く知りたいんだとか、これをリサーチしてほしいとか、っていうことが伝えやすくなるんで、
ぱりよりリサーチの精度は上がるんじゃないかなと思いますね。これは本当に地味かもしれないですけど、結構いいアップデートだなって僕は思います。はい。で、3つ目が、これはちょっとAI 関連の最新ニュースってわけじゃないんですけど、この陸尾さんっていう方ですね、僕が X をフォローさせてもらってる方なんですけど、この方がミストラル AI の OCR のなんか新しい技術を、ミストラルってフランスの企業が開発してる AI があるんですけど、そこの会社が開発した OCR 機能が図解とかもすごく精度高く読み取って、でマークダウン形式に落としてくれる、マークダウン形式に変換してくれるよっていう技術を開発したんですね。それをちょっと前にまた僕ニュースで多分トピックとして取り上げたと思うんですけど、その API を使った、ウェブアプリをリリースしてくれてました。はい。で、これ僕何回か使ったんですけど、結構精度高いなって思います。はい。これかなり使い道あるんじゃないかなと思うんですよね。ここに PDF ファイルを入れると、例えば、どれにしようかな。ダウンロードの、例えばこの僕の思春期突発性側腕症のこの PDF ファイルを今入れたんですけど、でこんな感じで図解とかも入っているんですね。でそれを全部マークダウン形式に入れてくれてます。でこれも読み込まれてマークダウン形式になってる状態ですね。結構ね精度高いんですよ。そのミストラル AI が公式に言ってるのも 96. 何%の精度で図解とかPDF に貼られた画像とかも読み取ってマークダウン形式にしてくれるよっていうものなので、でこれを、マークダウンのテキストでダウンロードすることもできるし、もうこれそのものがマークダウン形式になってるんで全部テキストとしてコピーすることもできるんで、でこれを例えばノートブック LM に入れるとか、あとはそのクロードとかチャット GPT とかに渡してあげると、言語モデルってマークダウン形式の方が読み取りやすいっていう性質もあったりするので、こっちの方が情報が漏れなく取れるんじゃないかなっていうところですね。でこういうのをそのミストラル AI の API を利用して開発してくれたのが今のそのウェブアプリを開発してくれたのがこの陸尾さんっていう方ですね。でこれ今無料で使えます。はい、無料で使えるし、これリポジトリも公開してくれてるんで GitHub の。なので自分のところに落とし込んで自分とこの何かのツールに埋め込むとかっていうのもやらせてくれてるっぽいっすね。いやすごい太っ腹っすよね。しかも1時間ぐらいで開発したっていう話なのでいやすごいっすね。この方本当にねすごいんですよ。前にも全然違うんですけどすごいツールを開発されてて、でそれも僕使わせてもらってるんですけど、いや本当に天才ですね。いろんな方がいますね。すごい方が本当に。はい。なんでこういうツールも出てきてるのでありがたく使わせていただくっていうのはねいいんじゃないかなと思います。はい。で最後がですね、バイドゥなのかな、はい、バイドゥっていう中国の企業なんですけど、ここが新しい AI モデルを開発をして、でそれが一つがこれがなんて読むのかねちょっとわかんないんですけど、これなんちゃら 4.5 と X1 かなっていう2つのモデルをリリースしましたと。でこのなんちゃら 4.5 は 4O と同時に動くようなモデルで、 X1 は DeepSeek R1 と同等の性能を持っていながらも DeepSeek R1 よりも半額の値段で開発ができたのか、利用ができるのかちょっとねよくわかんないんですけど、とにかく安くてすごいのが出てきたっていうところですね。はい。また中国ですね。中国がまた来ましたね。すごいっすよね。で、ここのバイドゥっていう
企業さんがあのちょろっと調べたんですけど、いわゆる中国の中国版の Google みたいなその検索エンジンを開発して提供している会社らしいんですよ。でそこが言語モデルをリリースしたっていうので、かなりね注目度が上がってるところですね。はい。で性能はもうその 4O だとか DeepSeek R1 と同等とか、まあ一部勝ってるものもあるよっていうところなんで、まあね性能はかなり高いんだなっていうのはもう何と比較されてるかで伺い知れますよね。はい。でなおかつ安いよだったりとか、あの中国版の Google さんなので、まあ、持ってる情報もねすごくたくさん多いでしょうし、ノウハウもその IT 関係の大企業なので、まあ、相当な資本力も持ってるだろうし、まあ、今後もいろんなものを出してくるんじゃないかっていうのですごく注目をされている企業さんですね。はい。まあ、どんどんいろんなものが出てきますね。いや本当になんかすごいですね。はい。なんかたった1日、まあ僕日曜日お休みなのであんまり X とか開かないんですけど、ちょっと離れてただけですごい情報が出まくってるなっていう印象です。はい。まあ今日のトピックはこの4つですかね。まあ特にやっぱりこのクロードのハーモニーっていう機能、新機能が、まあいつリリースされるかっていうのと、まあローカル情報にその直接ね、接続ができるようになるっていう、これのじゃあ精度とかセキュリティのところとか、まあ、どれだけねいいのかっていうのもかなり気になりますよね。まあセキュリティに関してはもう結構ね厳しいテストを受けてますよみたいなのがこの下に載ってたりはするので、まあそこの辺は僕はあんまり心配はしないんですけどね。まあ結局はこっちの使う側の、ね、使い方次第にはなっちゃうので、物が悪いとかじゃなくてやっぱり結局使い方だと思うんですよ。包丁もね美味しい料理を作るために使うのか人を傷つけるために使うのかってその人の使い方次第なので、物に別に善悪はないんですよって僕は思ってるので、まあこの辺もねやっぱりリリースされたら使い勝手をね確認したいなって思うし、いろんな活用法が出てくると思うんで、そういうのもね模索していきたいなと思ってます。はい。という感じで本日のトピックニュースは以上になります。はい。では